ういうのなるほどだけど、パッチとして始めこういういいよね。超マンダラなんだよね。リバートエンドそうなんかの構造なんだよね。こんにちは、お久しぶりです。今回はパッチワークで自分のマンダラを作ろうっていう回にしようと思っています。先週京都に行ってきて、東寺っていうところに行ったんですね。で講堂っていうのかな、その中に入るとこういうマンダラのね、こういうのが大きく飾られててというか展示されてて、これパッチワークじゃんと思って、パッチワークじゃんっていうかパッチワークじゃないんだけど、で私もともとこの部屋にね、このパッチワークののれん下げてるんだけど、なんかもともとなんかさ、このパッチワークの柄ってさ、なんか細胞みたいに見えるなってなんかずっと思ってたんですよ。なんかこう細胞っぽいじゃん。なんか細胞を輪切りにしたみたいな感じっていうか。んで、なんか不思議だなっていうかさ、パッチワークって。だから、そっかっていう風にね、思ったんです。あ、そっか、マンダラなのねっていう風に思って、そうでちょっとね、まだ考察中なんだけど、でとにかくマンダラっていう視点でね、ちょっとパッチワークを作ってみようかなって思っていて、これずいぶん前に買ったパッチワークのいろんなパターンのね構図が書かれてるんだけど、これもねなかなか面白くて、そうなんですよ。これもねなかなか面白いのだから、こういうね、そう新世紀科学と同じ構造だと思うんですよね、パッチワークって。そうなの。じゃこういう、ね、なるほどなと思ったら、この新世紀科学的なことをなんかやってたんだみたいな風に思ったんですよ、このパッチワークって。見て、なんかさ、ほら、このそれぞれね、この名前があるんだけど、パッチワークってこれなんかさ、終わりなきよっていう名前なんだけど、意味深じゃない？やば。なんか多分このパッチワークのさ、この名前ってアメリカでそのパッチワークキルトが発祥した時に付けられた名前だと思うんだよね。この名前がさ、やっぱアメリカンじゃん。オハイオスターとかさ。でなんかパッチワークの発祥を見ると、パッチワークの発祥をね Google で見ると、Google によるとね、パッチワークの発祥は古代エジプトや中東などの地域で防寒や装飾として始まったキルティング技術がルーツとされています。その後17世紀から18世紀のヨーロッパ、特にイギリスで富裕層の室内装飾として発展し、それがアメリカの開拓時代に生活の知恵として広く普及しましたってあるんですよ。だからこれなるほどなっていう感じだよね。それでさ、このさ、検索した時に出てくるその古代エジプトで発祥したキルティングの画像として出てくるのがこれなのね。これはまさにさ、マンダラだよね。当時のマンダラに超似てるよね。ほうっていう感じでしょ。そう、そんな感じなんです。で今回は、なんでちょっと
パッチワークをマンダラとして認識して作るっていう感じで、ちょっとちっちゃめのパッチワークキルト、マンダラキルトっていうことで作っていきたいなと思います。だからやっぱりさ、この1個のさピースがこうやっていっぱい集まることでさ、なんていうの、こう整列するから、それがやっぱマンダラっていうことなんだろうね。それがすごいよね。だからさ、なんかこう自然発生的に、この最初はその防寒や装飾として始まったキルティングなんだけど、こう自然発生的になんていうかこうマンダラ的なものにが立ち上がってくるみたいなこと。だからなんかこのダブルウェディングのこのあれとかなんかさ、もう新世紀科学っぽいよね。このフラワーオブライフって言われてるやつね。このパッチワークの本なんかすごい可愛いんですよね。絵で。それなんかもそうだね。すごい新世紀科学っぽい。ベアスポーとか可愛いな。クマちゃんの手形ってことだよね。このベアズポー。最近クマが話題っていうかね。そう、どれを使おうかな。私は結構ナインパッチ、ここにつけてるカーテンもナインパッチなんだけど、ナインパッチとかこのファイオスターとかが割ともともと好きで、よく作ってね、好きでっていうのもあるし、簡単っていうのもあるんだけど、今回はどうしようかな。ちょっと今回はこの終わりなきよっていうやつにしてみようかな。終わりなきよ。なんかちょっと鶴を上から見たみたいな感じにも見えるんだけど、ワールド・ビバウト・エンドっていう名前なんだね。終わりなきよ。意味深だよね、本当に。なんか構造的にはこういう感じ。そのこのちょっと私がこの当時で見たマンダラに寄せて作りたいんですね。そう、ちょっとインスピレーションとしてはこのマンダラ、この感じにちょっと寄せたい。なんかこうブロッキングされてるって感じ。123456789、9面、9ブロックの6つのブロックがあって、その間をこうなんか道が通るみたいなさ、道が通るみたいな感じのラティスって呼ぶらしい。この縦軸とか横軸のことをラティスって書いてある。この道みたいになってるあれだね。あ、ラティスは格子の意味だって。あ、なるほどね。格子なんだね。ちょっとさらに意味深だね。なるほどね。だからカゴの目っていうことじゃんね。そしたらね。なるほどね。カゴの目の中に入ってるって感じなのかな、マンダラが。ラティスは格子の意味です。だって格子ってあれですよ。網っていうか障子とかも格子になってる。こういう。なんか私こんな感じで、なんかちょっと数日この
京都の曼荼羅を見てからちょっとこれについて考えてて、そうなんですよ。でちょっととにかく今回は、そんな感じで、あ、かわいい、そう、ちょっとじゃあ当時の曼荼羅からインスピレーションを得た感じの曼荼羅キルトを作りたいと思います。ブロックをね、どうしようかな。五重塔にね、入ったこと、五重塔に入ると、その壁に描かれてる絵っていうか、五重塔の中のあれってさ、映像ないんだよね。写真とか撮らないでくださいってすごい念押しされてたからね。なんかパンフレットみたいなやつがあった。あ、そうだ、私このカバンをね、持ってたんだけど、たまたま京都にこのカバンをね持ってったんですよ。でね、こういうマークだったわけ。こういうマークすごい似てると思う。なんかね、ちょっと違うんだけど、とにかくこういうね、そうこういう柄っていうか、あれが五重塔の中の壁にバーってなってて、それもずっとじーっとね見てたんだけど、なんかね不思議な感じなのね。そうね、五重塔はなんかやばかった。ちょっともう一回入りたいっていう感じ。行った時がちょうど修学旅行の多分シーズンで、学生さんがねすごく多くて、なんかすごい狭いんだよね、五重塔の中が。だから結構さ、ずっと長居しちゃうと後ろの人が入ってこれないなと思って、割とあんまね長居できない感じだったんだけど、すごいね、なんかすごい場所だったね。なんかね、このオハイオスターが気になるね。私はこの柄が。ダブルウェディングもいいな。ダブルウェディング。なんかちょっと違うんだよな。なんかね、ちょっと違うの。ちょっとここに載ってないやつかもしれない。なんかね、なんかちょっとイメージとして出てきそうなイメージがあって、それじゃないんだよな。今ね、この古いパッチワークキルトブロックがね、いくつかしまってたのがあったなと思って、ちょっと出してきたんですけど、かわいいよね。こういう感じとかかわいいけど、これちょっともう作り方がよくわかんないっていうかさ、ちょっとこれ難しそうだけど、これとかもさ、すごい、これなんか超曼荼羅っぽいよね。なんか生地とかも、これめっちゃかわいいね。かわいい。これ6枚とかつなげてあれしたい。なんかね、ちょっとこれ近い感じがする。円形っぽい表現があっ
どうしてもさ、このパッチワークでこう円形っぽいものをさ表現するってさ難しいじゃない。この直線の連続だから、パッチワークとかってこう円形が半円がこう入ってるんだけど難しいよね。もうこれね手縫いなんですよ。手縫いされてるのね。昭和の時代にやったっていう感じがするんだけど、手縫いされてるのよ。私みたいにさミシンでやる人はちょっと難しい感じがするけど、これとかめっちゃ可愛いな。これいい。なんかこれ近い感じがする。これとかもさ、だからこれはこの部分がチェック柄になってるけどさ、この柄が変わるだけでもまた違った顔になるよね。可愛いけど、これちょっと後ろ見ると分かると思うけど、すごいんですよ。とにかくね、もうピースがめっちゃ多いの。作るのめっちゃ大変だな、これ6枚作るの多分これ1ブロック作るのに多分1日は絶対かかるよね。作れるかな。これかわいい。これ一番かわいいなって感じ。こういうのとかちょっと違う。これでも亀っぽいね。これ亀じゃない？亀って感じがする。なんかさっきのさ終わりなきよっていうあったじゃないですか、ブロック終わりなきよっていうブロックさっきあったでしょ。あれがなんか私はね、なんかつるっぽいなって思ったの。このね、つるっぽい感じがするなって思ったんだけど、これは亀っぽい感じがする。上から見た感じのね、こういうのとかもある。この辺はナインパッチなんだけど、アプリケのやつだな。私すごく好きなこれ、家のやつ。すっごい可愛いよね。そう、これでもいつか着ると作りたいなって思ってるんだけど、すっごい可愛い。これ大好き。そう、バスケット。これもマンダラっぽいな。ね。これだから新世紀学っていうかフラワーオブライフっぽいよね。なんかちょっとやっぱ円形が表現された感じでいきたいね。これもそうだね。なんかこれだと結構単純かも。裏見ると、あ、これねすごいかも。なんかさちょっと円形っぽいんだけど、でも直線でつながってんの。直線でつながって円形っぽく見えるんだ。この裏を見るとさわかるんだけど、結構こうひし形が多いのね。直線で組まれてる。これだと簡単かも、直線でできれば。あ、これいいね。これにしようかな。これだったらちょっと再現できるかも。見て、かわいい。これ蝶々。かわいい。かわいいね。あ、これもそれっぽい。かわいい。だからさ、これもさこう格子が入ってるんだよね、ここにね。なんかこれ1枚だとわかんないけど、これをこうつなげた時には格子が出てくるっていう、立ち上がってくるっていうか、これもそうだ、格子が入ってる。
れとかすごいアメリカンな感じがするな。なるほどね。私は格子が組まれてるっていうのはちょっと結構衝撃っていうかあれかも。そうだったんだっていう感じ。だからカゴの目の歌みたいなのあるじゃないですか。鶴と亀が出てくるやつ。あれっぽいよね。これも素敵だね。これもすごい素敵。これあれじゃない？これそうじゃん。これ終わりなき世だ。終わりなき世だっていうか、終わりなき世が4つ重なってる。終わりなき世が4つ重なって1つになると円形のモチーフが出てくるの？なんかすごくない？そうだよね。これ終わりなき世だよね。ちょっと待って。一人で興奮してんだけど。そうだよね。これね、そうこれ 1ピースが終わりなき世なんですよ。これ4分の1ってことね。この4分の1はこれが終わりなき世で、これが4つにこう合わさると円形のモチーフが出てきて、このなんか一気にさ新世紀画学っぽい感じのあれになるね。すごい。だからやっぱ合わせるっていうのがミソなんだな。なるほどね。だからさ、1ピースじゃないんだよね。1ピースっていうか1ブロックの話をしてるんじゃないわけだね。1ブロックの話をしてるわけじゃないわけだ。これをつなぎ合わせると終わりなき世ですよっていうことね。ちょっと鼻垂れ小僧になってきました。鼻垂れ小僧なんですけど、いやーすごいね。すごい。なるほどね。これが終わりなき世っていうことなのだね。4つ重ねると円が出現するんだ。これとかもそうだもんね。このひし形、この1234ってこの4つ重ねるとこの円のモチーフが出てくるわけなんだよ。これでいきたいかもな。これでいきたい感じがするね。これで私はちょっと頑張ってこれが再現できるレシピっていうか、何センチ何センチっていうのを割り出してあれするんで、そうするともしこれを作りたい人も作れるような感じにしたいと思います。これでいこう。これでプラス格子、このブロックを9枚作ってプラス格子を入れるっていう感じにしたいと思いますね。そうしよう。ちょっといろいろ見てるとさ、もう決まんないから。でもこれはすごいね。ちょっとなるほどねっていう感じがする。面白いです。これもすっごい可愛いけどね。これ9枚作るのマジで大変だな。いつ出来上がるのって感じ。めっちゃ可愛い。飾っとこうかな、どっかにね。ちょっと飾るとこない。可愛いね。いやーすごいね。本当にちょっと感動的です。今ね記事をねいろいろ探してる段階なんですけど、ちょっとそしたらねこんなこれを発見して、もうちょっと前に古本屋さんで買ったやつなんだけど、これもパッチワークのあれなんですけど、それの中にねこれが
出てきてて、これさっき言ってた終わりなき夜の、ちょっと終わりなき夜にちょっと取りつかれすぎてるんだけど終わりなき夜がさ、この終わりなき夜のこの真ん中がね、これ何パッチっていうんだかちょっと忘れちゃったけど、模様がね入ってるやつで、こうそれが1枚になってるっていうことだから、この円形モチーフがね出てきてる。この終わりなきようマンダラっていうか、そうね、ワールド・ウィバウト・エンドになってますね、名前が。ワールド・ウィバウト・エンドってなってる。そう、終わりなきよう。そうだから、これでこの1枚でワールド・ウィバウト・エンドなんだよね。終わりなきようっていうことなんですよ。なんですよっていうか、すごいなと思って。でもなんかね、いっぱいアートだよね。だから本当人間の手仕事ってさ、すごいよね。何でもやっぱ手で作ると、なんていうの、行き着くところがさ、こういうものになっていくっていうか。あ、ポーチモチーフのかわいい、かわいい。ハートモチーフのもかわいい。なんかこれはね、京都っていう名前がついてる。京都っていう日本のキルトのあれなのかな。京都っていう名前になってる。なんかさ、なんかほんとね、なんかこう建物を輪切りにしたみたいな感じに見える。こう上から、なんていうか、こう何かの構造なんだろうね、やっぱりね。なんかさ、なんかの構造なんだよね。なんかちょっと今更だけど、ちょっとパッチワークに感動中だね。かわいい名前が、マイスクラッピーデライト。かわいい。作品名がついてるんだ。そう、そんな感じでちょっとパッチワークの本を発見したんで、ちょっとかわいいね、このロゴキャビンとかも。なんかさ、やっぱりこの色で表現してるっていうところも意味がやっぱあるんだろうね。この陰と陽じゃないけどさ、ダークな色と明るい色でこう分けてしてるっていうのも、なんか構造的な意味があるんだろうね。面白いね。はい、そんな感じで今ね記事を見てます。ちょっとやっぱ和っぽい感じの和っぽい感じの記事でいきたいかなっていうふうに思っていますね。ちょっと今探してて、そうでちょっと記事を選んでレシピを作っていこうと思います。